はい。はい。じゃあね、ちょっと今日はヨードさんにやれとは言いづらいんで、これをRC トークを。どうもこんにちは。こんにちは。ラジコントーです。はい。今日はですね、スペシャルゲストといたしまして、はい、オーバードーズのね、デザイナーのヨードさんの方に来ていただきました。はい、先日はね、RCDC の予選の審査員の方もね、お疲れ様でしたということでね、結構激辛審査で僕は好きなんですけど、そうですかね。で、今回ちょっとヨードさんこちらに来たのはちょっとタイヤのテスト。そうですね。というのを兼ねて来られたっていうことなんで、それも新商品のタイヤということで、ちょっとね非常に興味深いタイヤなんで、ちょっと一回見せていただきたいなと思ってます。いいですかみたいな。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。じゃあですね、今回新しくオーバードーズさんが開発した渾身の新しいタイヤの方をね、まず紹介の方をしていきたいと思います。タイヤがね、はい。皆さん分かりますでしょうか。溝付きのタイヤになってますよね。そうですね。これ新しいですよね。そうですね。今まであんまりなかったタイプだと思いますね。これを開発されたのは何か理由があってですか、何か。うち実車の方でフォーミュラードリフトジャパンで、大会エントリーして走ってるんですけど、そこでも馬輪のタイヤを履いて走ってるんですね。で、その辺のつながりもあって、ラジコン用もじゃあ一緒にやりましょうかという感じで。じゃあコラボ。そうですね。馬輪のタイヤとうちのコラボで形の商品ですね。このパターンとかも馬輪のタイヤになってるんですか。そうですね。今競技でメインで使ってる、ここにロゴ入ってますけど、ペルギアっていう名前のタイヤで、ペルギア 08RS。ペルギア 08RS。っていうタイヤですね。今年 08C とかになってるのかな。いろいろコンパウンドがいくつかあるみたいなんですけど。なるほど。フォーミュラ D って確かウェルドさんで結構活躍してましたよね。そうですね。今年この間2位になったのかな。で去年はね、もう最後までシリーズ争ってて、最後でちょっとトラブルあってシリーズ2位っていう形になっちゃいましたけど、今年も割と調子がいいので。なるほどなるほど。ちょうど今週末ですね、10月の9、10、11かな。9、10、11かな。で、岡山であるんですけど、台風来なきゃね。そうですね。ですよね。ちょうど来るな。ちょうど来る感じですけど、そっちの方もやってるんで、で岡山があって、その次だと鈴鹿があるのかな。なるほど。だからこの辺ね、戸郷の近くのお客さんだと鈴鹿近いと思うんで。あれ無観客？最後はまだ分かんないですね。岡山は無観客でやるって言ってますけど、なるほど。鈴鹿がどうなるかちょっとまだ分かんないですけどね。その辺はフォーミュラ D ジャパンさんからの発表を待つっていう形の方にはなりますよね。無観客であれば YouTube のライブとかね、そうですよね。そういうのも見れると思うんで、今便利な時代ですからね。なるほど。で、このタイヤなんですけれども、サイズが何種類かあるんですよね。そうですね。これ今回、今この車前後ろ履いてますけど、これね、これでわかるかな。これがこっち従来の幅が26ミリ幅ですね。と、あとこっちが30ミリ幅。ワイドタイヤになってますね。すごいね。この2種類を今回販売します。なるほど。この30ミリのタイヤだとつくんですか、マシンの方。マシン的には車とかあとセッティングのあれにもよるんですけど、一応つくのはつくと思います。でホイールも2種類、26と30と出すんですけど、でそのホイールを使ってもらって、で一応ね今回最初なんでどういう使われ方をするかわかんないんですけど、30ミリ幅のホイールが26ミリの26ミリはオフセット7なんですね。プラス7ミリ。でそれを基準にして30ミリの方はオフセットでいくと9ミリになるんです。9ミリ。でラジコンのオフセットって実車のオフセットと違って、要は六角ハブの取り付け面から外面までの距離なんですね。それがいくつっていう言い方だと思うので、
それは、30ミリでいくと9ミリ、オフセット9ミリだから7よりも2ミリ外に出ます、はい、だけど、幅が30ミリじゃないですか、はい、あと2ミリどこ行くのってなるんですけど、そうすると内側に2ミリ広がる。なるほどね。だから内外に2ミリずつ広がる。なので、例えばオフセ26ミリのオフ7を基準でいくと、はい、後ろは30ミリの場合は、内側はオフ5と同じ位置ですね。はい、で外側はオフ9と同じ位置っていうふうに思ってもらえると、だから後ろに今までオフ5のホイールが履けてる人は問題なく履けると思います、ただ今度外側に広がってくるんで、ボディからはみ出ちゃうとか、そういう問題はあると思うんですけど、そのホイールだと今までの26のタイヤとかっていうのはつかないんだよね。30ミリ幅には26は履けないですね。履けないよね、要はあくまでも30ミリのやつってことですよね。なるほどなるほど。でその逆はできるんですよね、26のホイールに30ミリのタイヤは履けちゃうんですよ。なるほど。外面で合わせてもらえれば履けるので、ただその場合は内側に4ミリ広がってしまうので、そうすると当たる部分が出てきたりとか、そういう部分はあるかもしれないですね。なるほどね。この溝付きパターンっていうことで、かなりリアルな感じがしてね、そうですね。結構萌えな人も多いんじゃないですかね。そうですね。でね、なんていうんですか、架空のタイヤではないので。本物がちゃんとあってそれをスケールダウンしてるので、なるほどなるほど、実際あるタイヤですからね。はい、でこの溝なんですけれども、減ってくるとなんかあるって言ってました。これ減ってくるとどうなるんですか？走行性能的には、新品が僕らテストしている中では、新品タイヤが一番グリップするんですね。でそこから溝がだんだん減ってくると、グリップが下がってくるんですけど、このタイヤね、見てもらうと分かるかな。わかります？あ、これってバリが出てます？いや、これね、バリじゃなくてスリップサインなんですよ。あ、スリップサイン？実車と同じようにスリップサインがあって、でこれが出てきたら使えないというか、使わないようにしてもらって、でやっぱ溝が減ってくるとグリップ下がってくるんですよね。なので、それを目安にタイヤを交換していってもらえたらいいかなと思うんですけど、本当実車みたいですね。そのスリップサインまで出てきて、そうですね。そういう風になるっていうのは、やっぱりオーバードーズは変態ですね。そうですね。すごいこのタイヤ。はい。なるほど。あとこのタイヤで何か伝えることとかありましたっけ？あとはこれね、いろいろあると思うんですけど、サイズ的なものとか、あと皆さん一番気にするのはこのショルダーですよね。あ、ショルダーね。もう結構立ってるんですよね。あ、本当だね。今時のタイヤ、今時って言ったら変だな。今ラジコン用として販売されているタイヤと比べると、結構ショルダー立ってるんですよね。起きてますね。ただ今時ですね、今実車の話ですけど、タイヤをこうガンと引っ張って履いてるドリ車もそうそうないので。なるほど。確かにそれはあんまりないですね。そうですね。その辺もせっかくね、溝付きでリアルな感じになってるので、そういう部分においても本物志向というか、なるほど、リアルな方向で行きたいということで、なるほど、そういう形にしました。なるほど。僕はこの走行性能の方もね、もちろん気になるんですけども、実際にこれを買ってディスプレイとして飾ってる人もいるじゃないですか。にとってはこのタイヤって結構バッチリなんじゃないかな。そうですね。やっぱり結構みんなその大切なラジコンで、仮にあんまりやってない人とかでもね、ディスプレイとして飾ってる人もいるんで、このタイヤをつけとくと余計萌えポイントが上がるような気がしますよね。そうですね。で、あとね、今のラジコン知らない人っていうのも、例えばなんでタイヤツルツルなの？実車パターンついてるじゃんっていう単純にね、そういう疑問もあると思うんで、やっぱり溝はね、本物が溝付きで走ってるんだから、ラジコンも溝あった方がいいよね。そうですよね。とこですよね。本物志向のタイヤというところですよね。そうですね。ちなみにこのタイヤのコンパウンドは何になるんですかね？材料的には、今一番メジャーだと思うんですけど、HDPE っていうメジャーですよね。高密度ポリエチレンっていう材料になります。なので
HDP が指定されているサーキットさんであれば、はい、走ることは可能だと、それはねサーキットさんの判断にもよりますけど、そうですよね、材料的には同じものを使っているので大丈夫だと思うんですけど、ただいろいろ HDP の中にもいろいろあって、はい、でその中で、今回は今ね何種類かの材料を混ぜてます、はい、それでこのコンパウンド、要は硬さですよね、はい、グリップ力を調整して、はい、今ある HDP のタイヤよりもグリップするようにしてあります、要はハイグリップタイヤになってますね。でこの辺も、はい、やっぱりその実車の流れがあるんですけど、実車もどんどんハイグリップ化していって、はい、でエンジンパワーも上げて、で速いドリフトをするっていう、はい、迫力ある速いドリフトをするっていうのがスタンダードになってきているので、はい、ラジコンの方でもこう今よりもね車速を上げる目的で、グリップのいい材料というかコンパウンドに調整しました。調整したんですね。新たな方向性そうですね、提案も兼ねてっていうことになりますよね。はい。さすが陽動さん。そうするとね、今まで車のね、こう今まで見えなかった部分だったりとか、セッティングの良し悪しっていうのもより分かりやすくなってくると思うので、なるほどなるほど。もっとね車をいじるというかねセッティングする楽しみも増えるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。ハイグリップってことはロールも結構しやすい。そうですね、ロールピッチングもですよね。見やすいというか分かりやすいというかよく現れるので。なるほどなるほど。特にね走ってて分かるのがアクセルを開ける量によって後ろの沈み込み方が変わるんですよ。やっぱりグリップさせて、こうなんだろうグリップを使って、こう最大限加速しようとするとやっぱりぐるっと後ろは沈んでくるし、それが無駄書きするような、ね形にするとそんなに沈まなかったりとか、そういうね動きもすごくこう操作に対する車の動きっていうのがすごく分かりやすく出るので、そういうのをこう求めてる人にも、おすすめのタイヤなんじゃないかなと思います。なるほどね。分かりました。じゃあ説明はそんな感じですかね。はい。皆さんもね興味のある方はぜひこのタイヤ試してみてはいかがでしょうか。ちなみに発売時期は10月末の10月末お予定。じゃあもうすぐ発売になりますよね。非常に楽しみですね。はい。わかりました。ぜひ一回ね試してもらいたいですね。はい。こちらの方ですね。皆さんよろしくお願いいたしますということでありがとうございます。はい。
タイヤフリーなんで